こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Python での GUI の使用方法4、リアルタイム処理についてお送りします。リアルタイム処理プログラムは時間の経過に伴って処理が実行されるプログラムです。今回はこの例としてカウントアッププログラムを最初に紹介します。このプログラムでは数字が1秒ごとにカウントアップしていくプログラムです。プログラムの部品は Windows としてルート 400×400 の画面を用います。そして画面上部に表示されるラベルはラ01を設定します。カウントアップする数字を表示するのがラベルはラ02とします。こちらにコード全体を示します。最初にインポート命令で takeinter を取り込み略称として tk を設定します。1秒ごとに実行する関数としては4行の disp アンダーラインカウント関数を設定しています。10行から12行にかけてウィンドウの設定を行っています。ラベルの設定は14行から17行にかけて行っています。disp アンダーラインカウント関数の呼び出しは18行で行っています。スライドはラベルの設定と関数の呼び出しを示しています。画面上部に表示するのがラ01のラベルです。テキストとしてカウントアップを設定し、フォントはシステムフォントの24ポイントを使用しています。15行目のパック命令の括弧内は表示1サイドとして tk.top を設定しています。これは画面上部中央に表示する命令です。そしてラベルラ0にはカウントアップする数字を表示するものでプレイス命令で x150、y200 の位置に表示を設定しています。18行でdisp アンダーラインカウント関数を呼び出しています。disp アンダーラインカウント関数について説明します。この関数内でラ02に表示する変数カウントは3行目でグローバル変数として設定しています。関数内でこの変数を変更するのでグローバルカウントとして関数内で宣言しています。6行はカウント変数に1ずつ足していく処理です。そして7行でラ02のテキストにこの変数カウントの値を設定します。8行のルートドットアフターの括弧内は最初のパラメーターで何ミリ秒後に表示するか、次のパラメーターでどの関数を実行するかを指定しています。この例では、ミリメートル秒後にdisp アンダーラインカウント関数を実行するように設定されています。したがって8行が実行されると再び4行の関数が実行されますので、永遠にこのループを実行することになります。カウントアッププログラムを実行します。このようにこの数字がカウントアップしていきます。間隔は1秒ごとです。これはこちらの方ですね。テキストのこの部分ですね。テキスト02にカウントという変数を入れてやるわけですけども、このカウントは、1ずつ足してやるようにプログラムされています。そして、表示する間隔ですけども、ここに after の後に1000ミリ秒、そして、ここに命令を書いてやるんですね。disp count、これはこのdisp カウント関数自身を再実行するということになります。実行されるとこれが1ずつ増えていくっていう、そういうような形になっています。そして、Windows の設定は、tkinter を tk として、略称として設定していますので、Windows Object Root は tk の .tk で設定してやって、そしてタイトルの設定、そして大きさをジオメトリーで設定し、そしてラベル1、の設定ですね。で、これがカウントアップっていう風に上に表示してやって、そして、ラベル2、ここのラベル1の表示は、ここパック
命令を使っています。で、ここの中に、このようにどこに表示するかっていうのをですね、入れます。この時に side イコール tk.top っていう風にすると情報に表示されます。で、ここで下に表示したいときはボトムを使って、左あるいは右に表示したい場合はこのような形の文字列をここに入れればですね、表示する位置を設定することができます。で、ラベル2については、同様に、最初は0を表示してシステムフォント54にしてやって、そして、バック命令ではなく、ここはプレス命令で、座標値を設定するようにしています。そしてディスプカウントで、こちらを呼び出してるんですね。で、これに行くと、これを実行して、ここで再びディスプカウントっていうことで、再呼び出しをしているというような形になっています。次に時計プログラムを見ていきましょう。これは先ほどのリアルタイム処理の応用例です。ウィンドウとしてオブジェクトルートを用意し、400×200 の画面を設定しています。ウィンドウ内は2つのラベルオブジェクトを配置しています。情報のラベルはランダーラインタイムとして時間を表示します。下のラベルはランダーラインデートとして日付、曜日を表示するのに使用しています。プログラム全体をスライドに示します。時間、日付を扱うにはタイムモジュールを使用します。時間と日付を表示する関数は5行から9行にかけて記述しています。11行よりはウィンドウの設定、15行よりはラベルの設定、19行はスプアンダーラインタイム関数の呼び出しを示しています。こちらはラベルの設定を示しています。ウィンドウ情報のラベルはランダーラインタイムとしてフォントはタイムズニューローマンを使用し表示しています。ウィンドウ下方のラベルはランダーラインデートとして32ポイントの表示としています。そして19行目でディスプアンダーラインタイム関数を呼び出します。こちらがディスプアンダーラインタイム関数の内容を示しています。6行の時刻を表示する場合は、time.strftime の括弧内は、%large x を設定しています。これにより時刻を取得することができます。これに対し日付を取得するには、%small x で取得します。また曜日を取得するには、%a を設定します。9行では、先ほどと同様に 1000mm 秒後にディスプアンダーラインタイム関数を再実行するように設定をします。これにより1秒ごとに時刻が変更されるプログラムとなります。それでは時計プログラムを実行してみます。こういうような形でですね、現在の時間、そして日付を表示しています。ではこれのプログラムを見ていきましょう。最初にこちらの方で、インポート tkinter as tk として、ウィンドウ表示のモジュールを取り込みます。そして次にインポートタイムで時間日付を表示するモジュールを取り込んでいきます。そして、最初の方ですね、ここが、ウィンドウの設定ですね。ウィンドウのオブジェクトを設定して、タイトルを設定して、大きさを設定する。そしてラベルとして、LA タイムとしてこの上の方のこっちですね、こっちの、ラベルを設定 します。で、これは tk、ラベルで、ルートテキストとしてタイムフォント、これは新しいのを使っています。タイムスニューロマンを使って54ポイントで設定していきます。そして表示位置はパックを使ってサイドがトップにしています。そして、次ですね、
LA アンダーラインデート。これはこちらの方ですね。こちらの方の、ラベルです。同様にこういう形で設定して、32ポイントを使ってます。で、表示位置が、X70、Y が100の位置にしています。そして、ディスプタイムを呼び出しています。こちらの方ですね。これを呼び出してやって、まず、time.strf タイムでラジパーセントラジ X で時刻を表示しています。で、下の方のラベルの方はスモール X で、これが日付を取得する関数になってきます。そして、空白一つ置いて、こちらが%A、これが曜日を取得する関数になってきます。そうするとこういうような形で表示できるようになります。そして、こちらアフターの後に1000を置きますので、1000ミリ秒後に、1秒ごとっていうことですね。ディスプタイムを実行するという形でもう一回頭に戻ります。これをこういうふうに何回も実行するという形になってきます。